ちは、アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳会社のトライアルについて知っておきたいポイント3つについてお話ししたいと思います。翻訳者を目指していらっしゃる方は、特に産業翻訳の場合ですね、翻訳会社に登録をしてそこから仕事をいただくというのが主な仕事の取り方になってくると思います。で、翻訳会社に登録をする場合、大抵最初は履歴書を翻訳会社に送ります。で、履歴書を翻訳会社に送ったら、担当の人がその履歴書を見て、この人良さそうだなと思ったら連絡してきます。そしてうちの会社のトライアルよかったら受けてみませんかとか、受けてくれませんかっていうふうに、言っていただきます。で、トライアル受けてみませんかって言われて、で、いいですよっていうことになったら、その会社の、トライアル、課題文ですね。英日翻訳の場合、だいたい英語にして250ワードから500ワードぐらい、そうですね、1ページか2ページぐらいの長さの課題文っていうのが送られてきます。で、この課題文っていうのを約束の期日までに仕上げて、でそれを送り返すと、早ければ1週間以内、遅ければ何ヶ月も経ってから結果が送られてきます。大抵そのお客さんの会社に社内翻訳者が常駐している場合とか、あとそのやり取りをしている時期がそんなにビジネスが忙しくない閑散期の場合なんかは割と早くに、結果が返ってくることが多いですが、もっと忙しい時期に重なっちゃったりとか、あとその採点をする人っていうのをその翻訳会社が外注していて、その評価をする翻訳者さんっていうのもまた忙しくてなかなか採点できないというような場合にはもっともっと時間がかかって、で何ヶ月も経ってからこう返事っていうか結果が、返ってくることもあります。なので一概にすぐに返事が来たからとか、なかなか返事が来ないからというので実力があるとかないとか評価されてるわけではありません。そんな感じでいざトライアルに合格っていうことになると、晴れて正式に翻訳会社に登録をして、でそれから、お仕事をいただくようになるという流れになっています。で、トライアルっていうのは、いろんな分野のがあるんですけれども、今日はその特徴についてお話ししたいと思います。まず1つ目、トライアルっていうのは、無料で受けるトライアルと、有償で受けるトライアルっていうのが2種類あります。無料、つまり受けてもお金がいただけないっていうタイプですね。で、こういうのが一番多いんじゃないかなと思うんですけれども、これは大抵その翻訳会社に独自のその翻訳者名簿っていうかデータベースっていうのがあって、そのデータベースに翻訳者を補充するために、定期的とか不定期に募集をかけて、その補充の目的で行っているような場合とかは無料であることが多いです。で、それから実は有償のトライアルっていうのもあって、これは私は海外の会社でよく経験することなんですけれども、もうすでにその翻訳会社とは取引があって、でその翻訳会社が今度新たな案件を獲得したいと思っていると。それでその案件を獲得するために実力がある翻訳者さんがいるっていうことを証明するために、その入札の時点でトライアルというのを提出することを求められることがあるようなんですね。で、そういった場合っていうのは、新たな仕事を取りに行くためにその会社を代表して翻訳者さんが仕事を勝ち取りに行くっていう感じのトライアルになります。で、そういうトライアルというのは、もちろんその翻訳会社の頼みで、翻訳者が試験を受けるわけですから、そういう場合はもちろん翻訳会社がお金を払って、くださいます。で、その分責任も重大なんですけれども、仕事を勝ち取りに行くためのトライアルを、お願いされるようになったら、実力が認められているというか、ある程度の力が評価されているっていうふうに思っても、間違いないと思います。そういう優勝トライアルっていうのが1点、もう1点の優勝トライアルっていうのはも
新たな案件っていうのは獲得できたと。でだけどその大型案件とかでチームをこれから組まなきゃいけないので、その特定の案件に合わせて力があるかどうかっていうのをテストするためにトライアルを、受けてくださいっていうふうに言われることがあります。でそういう場合はすでにその会社に登録するっていう時点で実力があるっていうことはもう証明できてるわけですから、申し訳ないんだけれども、そのクライアントに実力があることを提出するために受けてもらえないかみたいな、でそういうような場合は有償でお金払っていただけるという場合があります。ケースバイケースで無償っていうかお金いただけない場合ももちろんあります。それはケースバイケースです。なのでトライアルにはまず2種類あるということを、覚えておいていただきたいと思います。この動画を、ご覧になっていらっしゃる方の多くは多分初心者の方とか駆け出しの方とか、まだ翻訳業界に足を踏み入れていない方なんかも多いんじゃないかと思うので、そのお金をいただかないでトライアルを受けるっていうケースがとても多いのではないかと思っています。以前に翻訳者になる方法っていう動画を、作った時にあの動画すごく多くの方に見ていただいていて本当にありがたいことで、ひょっとしたらその動画をきっかけに私のチャンネルを知ったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、その翻訳者になる方法っていうビデオの中で翻訳者の仕事っていうのはちょうどオーディションを受ける俳優さんにちょっと似てるよっていう話をしたことがあります。でトライアルも確かにそういう部分が多いんですけれども、ちょっとオーディションと違う部分もあるので、そこをちょっと説明していきたいと思います。ポイントの2つ目は、どんなトライアルでも実力があるからといって全部合格するとは限らないということを、覚えておいてください。ちょうどオーディションなんかで主役級の、俳優さんのオーディションに合格した俳優さんが、脇役級のオーディションで必ず合格するとは限らないですよね。求められてる役柄とかが違うから、その主役級では合格だけど脇役級では落とされるっていうこともあると思います。それと同じで、トライアルなんかもその課題文の内容とかテーマとか先方が求めているものによって場合によってはベテランでも落とされることがあります。逆に新人でそんなに経験がないという方でも自分の得意分野の課題文だったら問題なく合格するということもあります。なのでその会社の課題文との相性というものも多分に存在するので、そんな1回や2回落ちたからといってあまり深刻に落ち込んだりせずに、その相性っていうものもあるので、あんまり何度も落ちるようだったらちょっと考えものですけれども、そんなに1回や2回だったらそんなに落ち込まずに何が悪かったんだろうってちょっと対策を考える程度で、そんなに落ち込まないでいいと思います。それから、3つ目か。これはオーディション俳優さんのオーディションと違うところだと思うんですけれども、これを知らない方が多いので、ちょっと今日はここで声を大にして言いたいんですけれども、トライアルに合格したからといって仕事がすぐに来るとは限らないということを、覚えておいていただきたいと思います。先ほどお話しした、無料のトライアルと有料のトライアルなんかで、例えば有料でこれから案件が今まさに始まろうとしている、でそういう時にチームを結成するためのトライアルとかだったら向こうもうこれからスタートしようとしているプロジェクトがあって、そのための人集めなので、トライアルに合格したらもうすぐに仕事が来るっていう可能性も大きいんですけれども、無料の翻訳会社がちょっと今時間的に余裕があって、翻訳者を補充しておこうかなみたいな、感じで募集しているトライアルで合格した場合は、向こうも特にこの仕事を割り当てようという特別に考えてトライアルを実施しているわけではないので、すぐに仕事は、来ないことの方が多いんじゃないかなと思います。私なんかも登録してもらったんだけど、それっきりになってしばらく忘れてて、で何年も経ってから
プロジェクトマネージャーから連絡来て、あ、私こんな会社登録してたっけって思い出すようなこともあるぐらいです。ですからトライアルを受けるということは、言ってみれば種まきのようなものだと思った方がいいと思います。種まきなので、どの種が芽が出るかわからない。でしかもいつ芽が出るかわからない。芽が出ないかもしれない。声がかからないということも考えられます。特に大きな会社でデータベースがすごく大きい会社に登録したような場合は、なかなか連絡が来ないということは非常によくあります。ですので例えば副業とかで翻訳をやってて独立したいと思ってるんだけど、トライアルに合格したからもうこれはもう仕事来るので会社辞めますみたいなことを考えてる人がいたら、それは絶対に辞めた方がいいと思います。当てにして仕事を辞めたとしても翻訳の仕事がすぐに来る可能性は非常に低いからです。なのでトライアルを受けるということは、取引先を増やすための種まきだと思って地道にコツコツと、その取引先を増やしていくのがいいんじゃないかなと思います。翻訳会社のトライアルっていうのは特にベテランの方とかはもう十分に取引先があるから無料のはもう受けないと時間の無駄だと。で有料のしか受けないよって言ってらっしゃる翻訳者さんもいらっしゃって、でそれはそれで一理あるかなと思います。私もそういうふうに考えて無料のを受けないでいる時期が結構ありました。でも最近はもしトライアルを受けてくださいっていうふうにオファーを受けたら、なるべく前向きにできるだけ受けてみようというふうに思っています。その理由は2つあって、トライアルっていろいろと自分の専門分野とかっていうのを勉強するのもあるんですけれども、トライアルを受けることによって数を重ねるごとにその試験の受け方の要領が分かってくるという部分があります。例えばその制限時間内に、必要なことをリサーチする力がつくとか、そういう、テストテイキングスキルですね、そういうのを磨くといういいチャンスになるので、私はいい機会かなというふうに思っています。でもう一つの理由っていうのは、特にベテランになればなるほどなんですけれども、翻訳者って一人で作業をしているので、自分の翻訳の癖とか、何がちょっとこういう変わった翻訳をする癖があるとか、そういうのがもしあったとしても自分では気がつかないことが多い。で独りよがりの翻訳になってしまう可能性も、なきにしもあらずだと思っています。で特にフリーランスの翻訳者の場合いろいろな需要に応えられることが大切になってくるので、独りよがりの翻訳をして気がつかないでいるっていうのは、翻訳者としては非常になんというか致命的なものだと思うので、客観的に自分の翻訳をしっかりと評価していただけるまたとない機会なので、私は最近そのように捉えて、できるだけトライアルの機会があったら、受けるようにしています。もしその会社とのやり取りの中で最初に料金について交渉する機会があったら、一番いいなとも思います。こっちが期待している料金と先方が払える料金との間にあまりにも大きな差があったらせっかく合格しても仕事をいただけない、仕事できないということになってはちょっとお互いに時間の無駄になるので、もちろんその話の流れというのもあるので、こういうのは結構デリケートな問題なので毎回きちんと聞けないこともあるかもしれないんですけれども、もしできるようだったらそのトライアル受ける前にね、御社の支払えるレートの幅っていうかいくらぐらいまでだったらとかっていうようなことをもし聞くことができて、最初にその料金で折り合いをつけることができたら一番効率的なのではないかと思います。今回はトライアルのその大体概要っていうのがどういうものかについて説明しました。もしもそのトライアルの対策みたいなものについてももし取り上げてほしかったら、もし知りたいことがあったらぜひコメント欄にコメントを書き込んでいただけたら嬉しいです。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.